こんにちは。TTS の川本です。この動画は物理エンジンの基礎シリーズの締めくくりになります。これまでに公開してきた動画を振り返りながら、産業用物理エンジンの要件をまとめてみようと思います。また、学会で発表した弊社オリジナルの研究事例も一部ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。改めてにはなりますが、物理エンジンの動きを見ていきます。ご覧いただいているのは、物理エンジンの基礎第2弾でご紹介したブレンダーを使った自由落下のシミュレーションです。このシミュレーションを通じて、ブレンダーの物理演算が運動法則に従ってはいるものの、空気抵抗の生じ方などが若干ブラックボックス的というか、不明瞭な点があるということが分かりました。このことから、産業用物理エンジンの要件の1点目として、透明性を上げることにします。続いてご覧いただくのは、物理エンジンの基礎第3弾でご紹介した、鉄アレイを凸凹の斜面に落とすシミュレーションです。ユニティの当たり判定を使って実現しました。ここで分かったことは、ユニティやブレンダーの当たり判定は、球や面のようなシンプルな形状を想定していて、へこみを含むような複雑な形状での当たり判定には不向きだということでした。ゲームやアニメでは物理現象の再現よりも軽快でリアルタイム性が高い処理が望まれるのに対して産業分野では物理演算の正確性が求められるだろうという考察をしました。このことから産業用物理エンジンの要件の2点目として汎用性を上げることにします。物理エンジンの基礎第4弾では、ユニティを使って振り子運動を作りました。ゲームキャラクターのお下げやスカートの揺れが物理法則に従っている反面、体とぶつかって軌道を変えるような動きについては、幾何判定によるスタティックな現象であるという解説をしました。物理演算を伴わないモーションを物理演算と共存させるというのは少し無理があるんですが、アイデアとしてはとても面白いと思います。もう一工夫を加えて産業分野でも使えるようなものになってほしいという思いがあります。このため産業用物理エンジンの要件の3点目として他の項目に対しては少し具体的になってしまうんですが、モーションと物理演算の双方的な融合を挙げます。この点については少しだけ補足をします。例えば工場の中でたくさんのロボットがひしめき合って動いているシーンでロボット同士がぶつかってしまった際にロボットにどのような負荷がかかるかを知りたい場面を考えます。モーションで動くバーチャルロボットでは干渉解析、つまり単純にぶつかったかどうかはわかるんですが、ぶつかったことによってロボットの動きがどう変わるかというところまではわかりません。このため与えたモーションに対して逆運動学を適用し、各関節に発生させるトルクに変換してから順運動学で運動を再構成する必要があります。この時、順運動学で発生させたロボットの動きは元になったモーションとは完全には一致しません。モーションは常に理想速度で動かせるのに対して関節特性を伴ったロボットでは、どうしてもゆっくりと動き出してゆっくりと止まるという動きになるからです。さらに、順運動シミュレーションと実際のロボットの間にも誤差が生じます。アニメではないリアルな運動を捉えようとすると、どうしても難易度が上がってきます。ただこうしたことは、ロボットのオフラインティーチングで古くから行われていることです。勉強不足で使ったことがないんですが、Unity の Unity Robotics Hub や NVIDIA Omniverse の ISAC Sim ではオフラインティーチングのようなこともできるのではないかと思います。アニメは少しずつ物理に近づいているというふうに思います。物理エンジンの基礎第4弾では物理エンジンの非決定論的性質についてお話をしました。ご覧いただいているのは Unity を使ったシミュレーションで、
鉄アレイを床に落とした時の跳ね返り方がばらついてしまうという現象です。コンピューターを使った計算やシミュレーションは、人の持つ曖昧さを排除して決定論的に動くからこそ価値があります。決定論的性質の実現は、産業用物理エンジンの必須条件と言えます。ここまで、やたらと現状の物理エンジンをディスってしまったんですが、現状のエンジンがダメだということを言いたいわけではありません。現状の物理エンジンには素晴らしい特徴がたくさんあります。その中でも特に重要なのが、誰でも簡単に使えるということです。お話ししてきたように、計算を正確にする、決定論的に動くということは、間違いなく重要なんですけれども、それによって理屈っぽくなってしまって、使いこなすのが難しくなってしまっては意味がありません。現状のユニティやブレンダーのように、誰でも使える簡便性というところはぜひ残していきたいです。こうした要件の実現に向けて、具体的にどのようなアクションを取るべきでしょうか。ユニティは数年前から決定論的に動く物理エンジンを実現しようという動きを見せています。このシリーズの中で使っていた NVIDIA Physics から切り替えて使うようなやり方になっているので、まずはこれを使ってみようかなというふうに思っています。また当然 Unreal Engine もオプションになります。ただ、まだ評価できていない段階ですので、感覚的な言及にはなってしまうんですが、現状として産業用途の物理エンジンとしてこれだというものはないのかなという感覚を持っています。ここは少し厳しいところではあるんですが、ただ現状としてないというのはチャンスだということも言えます。産業用途の物理エンジンを自身でいち早く構築することができれば、デジタルツインの分野において一定のイニシアチブを握れる可能性があるからです。当然、私自身がその担い手になってやろうという野心も持っています。そのための準備としてこの動画シリーズを撮ってきたわけなんですが、もう少し具体的な取り組みもしています。それが、設計工学会の2023年度秋季大会で発表した研究になります。ご覧いただいているのは、メガネを顔にかけた状態から、顔に加速度をかけた時にメガネがどう動くか、メガネがどうずれるかを調べたシミュレーションです。ユニティを使って実現しています。ご覧いただいた動画はマネキンだったんですが、学会発表ではこれを実際の人の顔面とメガネを模したモデルで行いました。特にスポーツサングラスにおいては、見た目だけではなくて、自分の顔の形へのフィット性といった物理的な性能も求められると思います。これを例えばオンラインショッピングであっても、自身の顔の 3D 形状を使って調べられるようにしようということが狙いです。この研究でも、やはりというか物理エンジンの不安定さに苦労しました。当時、非決定論的な動きというところに対して今よりも理解が浅かったせいもあったんですが、結果がばらついてしまうのは仕方がないんだというふうに若干開き直ったような解析も一部ではしてしまいました。今振り返ると少し恥ずかしい気持ちもあるんですが、ただあれはあれで正しかったというふうにも思っています。というのも、仮に着想シミュレーションが決定論的に動くとしたら、ある顔とあるメガネに対しては一通りのかけ方しか生まれないということになります。しかしこれを現実と照らし合わせると不自然です。人がメガネをかけるとき、人が行うことですので、毎回寸分たがわず同じ位置にかけるというわけではないと思います。もちろん、顔やメガネの形状を反映して、フィットする位置っていうのはあるんですが、それが複数パターン
あったりですとか、ある程度幅を伴って存在しているだろうというふうに考えられます。そうした幅をどう捉えようかなというふうに考えていたんですけれども、結果的には物理エンジンの非決定論的な動きがそこをやってくれたなという印象があります。感覚的な話になってしまうんですが、いろいろな接触の仕方やいろいろなかけ方が生じ得るような条件ほどシミュレーションがばらつくという傾向がありました。非決定論的なコンピューターシミュレーションというのは科学技術的には間違いなく NG になります。しかしこの研究を通して実世界に存在する曖昧さを含めてリアルを模擬してくれるということであれば、ばらつきを含んだシミュレーションも実用的なのかもしれないなというふうに感じました。また同じような話で当たり判定の緩さというものもありました。この研究のモデルは合体でできていますので、仮に大数学的に厳密な当たり判定を行ったならば、花やこめかみはメガネに対して点接触になるはずです。そうなると実際の着想とは違って、ぐらついてしまうんではないかなというふうに予想していたんですけれども、シミュレーション結果は当たり判定の幅というか緩さによっていい具合に面接触してくれていました。自分で言うのも変なんですが、この研究、荒いなりにもよくここまでできたなという感想があります。おそらく物理エンジンの緩さというか優しさのようなものに救われた部分が大きかったんじゃないかというふうに思います。動画の前半の繰り返しにはなりますが、こうした現状のいいところを残しつつ産業用にチューンしていくというのが産業物理エンジンの向かうべき方向性だというふうに思っています。そのためにも同様のトライアルや研究事例が増えてほしいなというふうに思っています。この動画では物理エンジンの基礎シリーズを振り返りながら産業用物理エンジンの要件をまとめました。物理エンジンの基礎シリーズは今回をもって終了になるんですが、次回に物理エンジン関係でもう一本だけ、この動画の中でも一部紹介させていただいた私自身の研究発表を公開させていただきます。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。